前回すべて分解したストラディックをベアリング追加しながらオーバーホールします。まずはボディなど大きな部品の洗浄です。この洗浄剤は非常に優秀で、グリスやオイル、各種汚れを溶かしてくれます。アルカリ性なのになぜか多少サビも取ってくれますので、この青サビのようなものも取れると思ってます。ただ青いものの正体がサビかは確かではありません。結晶化してますが、塩が変色したものでしょうか。このまま少し放置しますので、その間に内部の部品をパーツクリーナーで洗います。放置だけでは完全にきれいにならないので、ブラシでこすります。この洗浄剤はアルカリ性ですので、そのままではヌルヌルします。洗浄後は水洗いし、最後に超音波洗浄機を使いますが、ここまでする必要はないと思います。かなりきれいになりました。傷や塗装剥げはどうしようもないです。どこかでそれを直す動画も作ってみたいと思います。ラインローラーは錆びてます。軽い錆なら磨けばいいのですが、ここはメッキが剥がれています。真鍮にメッキしたものだと思うんですけど、いろいろ試した結果、修復は不可能でした。もろに水を受けるので、海で使用した際は一番気を使った方がいい部品です。ベールやスプールエッジは磨きます。600番の耐水ペーパーから始めて、どんどん目を細かくし、金属磨きで仕上げれば治ります。ベール磨きは過去の動画で詳細なことをお伝えしてますので、そちらを参考にしていただければと思います。引っかかりさえなくなれば問題なしですが、蛇行になると削るのが深くなってしまいます。また削りますので、スプールエッジは表面処理が取れてしまいます。組み立てに入ります。まずはベールからです。早速ベアリングを1個追加する場所です。銀色のブッシュのような部品がベアリングに変更可能です。ベアリングにはシマノの純正オイルを塗布してますが、ここは本来高撥水性のオイルを使う必要があります。日頃メンテナンスするなら問題ないと思いますが、純正オイル使うならワコーズのメンテルーブの方が圧倒的にいいです。ハンドルノブもベアリングが1個追加可能です。もともとついていたベアリングはイオンがしてましたが、洗浄とオイル塗布で治りました。本体側の組み立てに入ります。分解の逆の手順になりますが、本体のこちら側は特に注意点はないです。シムを入れ忘れないようにするだけです。反対側は先にハンドル部のベアリングを必ず入れてください。後からでは入らなくなってしまいます。ウォームシャフトには2つのベアリング追加が可能です。白いブッシュの部品が交換対象のもので、各種サイズが違います。本体の上側にベアリングを入れて、ウォームシャフトとギアを入れます。
次に下側に入れます。先にシムの枚数が適正か確認するためにシムを入れる前にベアリングを入れてます。その後にシムを乗せてちょうどいいか確認します。私の場合はもう1枚あってもいいかなって思いましたが、このままいきます。ベアリングを入れたらカバーをするだけです。中間ギアはそのまま奥に突っ込むだけです。勝手にちょうどいいところに行きますので、その後上からピンを入れれば OK です。メインシャフトを組み立てます。オーリングがある部分はシリコングリスを塗布しています。メインシャフトを本体に通したらピニオンギアを組み立てていきます。先に小さいベアリングを通してシムを挿入したギアを入れ、大きい方のベアリングを入れます。メインシャフトのガイドピンを入れれば本体はほぼ完成です。左右の本体接合時は2つの部品の入れ忘れに注意してください。飾りと思われる黒い樹脂パーツと防水のためのグレーのゴム部品です。私は1回忘れてしまって再分解を実はしています。本体は全部で4つのビスで留めます。動画では3つしか映ってませんが、反対側の上部にも1箇所あります。ウォームシャフトカバーには防水のためにたっぷりグリスを塗り、ボディのガードを取り付けます。ベアリングを押さえ板を取り付け、ピニオンギアを回して動かしてみると、ベアリング追加した恩恵なのか非常にスムーズでした。ゴムなどのオーリングにはワコーズのラバー用のグリスを塗ってます。ローラークラッチ挿入後はオーリングの挟み込みに注意です。ローターの組み立て前にレバーの挿入を忘れないようにしてください。これは後から入れられない部品です。5個目のベアリング追加箇所です。ローターナットの内部ですが、ここのベアリング追加はなくてもいいかと思います。せっかくなのでフルベアリング化してますが、物理的にも微妙な気がします。ローターナットはオーリングがついているメインシャフトカラーという部品が変更可能です。オーリングがなくなるため防水性は失われます。
さらにワッシャーの下に入る O リングもベアリングの厚みが問題で入りませんでした。ここの部分は防水性を犠牲にして全ての O リングを抜きますが、おまじないレベルでメンテルーブを塗布しておきます。グリスにすれば防水性はなおいいと思います。ローターの組み立てに入ります。カバーをつけたらレールを組んでいきます。個人的にはここの組み立てが一番苦手です。難しいわけではないですが、若干力技な感じです。ハンドルにも防水用の部品があるのでラバーグリスを塗っておきます。やっぱりワコーズです。ワコーズにこだわっているわけではないですが、バイクなどにも使っていて家にあったのと、ケミカルのメーカーでは信頼を置いています。適当なシリコングリスでも問題はないですが、成分のわからないケミカルはゴムなどのシール系の部品にはやめておいた方がいいです。最後のベアリング追加箇所です。ドラグの音出しラチェット内にある白いブッシュをベアリングにします。これでこのストラディックはベアリング数が12個になりました。ローターナット同様にあまり意味はないかなって場所ですが、自己満足度を上げます。ドラグノブは特に気にするポイントなしです。そもそも分解する部品でもないです。ドラグワッシャーのグリスはシリコングリスで代用しています。一番底に置くドラグワッシャーだけ内径が小さいため、入れる順番に注意が必要です。スプールを取り付けてノブを閉めれば完成です。ドラグの力も問題なさそうです。問題の巻き心地はだいぶ良くなってます。アルテグラはそんなに変化した気がしないですが、ストラディックは分かりました。オーバーホールの恩恵もあると思いますが、やはりボディの材質による差が大きいと思います。ただベアリングが増えたことで若干ノイズが増えたかなって感じはします。まあ実調時は気にならないレベルだと思います。今回の内容はスコーピオン DC に次ぐ満足度でしたが、ツインパワーには勝ってないかと思います。新型のツインパワーが出たら買ってみて比較してみたいと思います。ここまでやるとやはり外観のボロさが気になってきます。今度は外観の補修にチャレンジしてみます。ご視聴ありがとうございました。